はい、皆さんこんにちは。エコドライブの鈴木です。今日はですね、なぜ中古車販売店の破産が相次いでいるのかっていうのをね、解説したいと思っています。根本的な原因は仕入れ先と売却手法の依存だと思うんですね。もうね、仕入れに関してはオークション一択、オークションに依存していると。で、販売に関しても、車の売買サイトに依存してるっていうことなんですよね。でやっぱり僕個人的に思うのは、ビジネスにおいてこの依存っていうのがね、他者への依存っていうのがね、むちゃくちゃ危ないと思うんですよね。だって仕入れ先一緒、売る媒体一緒、ローン組むファイナンス会社も一緒言ってみれば売り方が一緒どこで差別化するのっていう話ですよね。価格でしょっていうんで、みんな価格を下げちゃうわけですね。でね、このなんていうか、やり方っていうのがね、中古車業界はずっと変わってないんですよね。このやり方でずっと来ちゃってるもんで、それをねやってきちゃってる会社で、収入も、中古車販売の一本だけって会社はね、かなり危うい。ちょっと厳しい言い方するともうアウトかなと、今の時代はですね。それと、これまでね価格勝負でやってきたところもアウトかなと。なんでかっていうと、最近はね大手が、価格競争力かなりつけてきてるから、やっぱりね中小企業の、安いよ安いよ作戦がね、もはや通じなくなってきたっていう感じですね。で僕たちエコドライバーはどうなのっていうとね、僕たちはね結構ラッキーで、実は車買取専門店ブブカっていうのをね、実は別ブランドで8年前ぐらいからやってきてるんですよ。だからそこで、一般のユーザーさんからね車の買い取りが直接できてるから、オークションからね、車を買わなくていい、オークションに頼らなくていいっていうような体制は一応築けてはいるんですね。それから収入もね、その販売1本だけじゃなくて、レンタカーとかね、サブスクとかリースとか車の整備とか長期パーキング事業とかね、いろいろやってるんですね。だから、販売頼りにならないんですね。だから普通、中古車販売店さんの、収入っていうのが中古車販売の1本だけに対して、僕たちの場合はね、全部で8本から9本ぐらいあるんですよ。だから、仮にね販売が死んじゃったとしても、残りがあるから大丈夫っていうのは、そういった形なんですね。そうは言ってもね、もう今の時代何があるか分かりませんからね。僕たちもまだまだね、気を抜けないっていう感じです。だからね、最近本当思うんですよね。やっぱその他者に依存する、握られるっていうのがね、どんだけ怖いのかって。だってね、いざって時に自分でコントロールできないわけじゃないですか。これね、僕ずっと思ってきたんですけど、中古車業界って、オークションから車を仕入れるのがね当たり前の業界なんですけど、じゃあ万が一オークションをね出禁になっちゃったと、なんかわかんないけど仮に出禁になっちゃって、オークションに参加できなくなってしまった、車が売買できなくなっちゃったら、これどうすんのって死活問題じゃないですか。それから、販売媒体、販売のサイトですよね。そこも例えばわかんないですけど、掲載禁止とかね言われたらどうすんのって、その瞬間会社潰すんですかって話なんですよね。そういうね、他者に依存するむちゃくちゃ危ないビジネスモデルなんですよね、中古車ビジネスって。だから、仕入れ先とねその販売先の依存っていうのはめちゃめちゃ危ないと。だからせめて、それぞれ最低でもね 2,3 のルートは押さえておいた方がいいと思います。それからできればねその他社のサービスに頼らないで、できることなら自分の実力で車の仕入れとか販売、それから販売だけにかかわらず、レンタルとかリースとかね、そういったその別のやり方ですね、別のやり方でのその販売の仕方っていうかね、収入の方法っていうのを考えるとよりいいんじゃないかなと思います。これからですね、ビジネスする方だったり、あとはアメリカに進出しようかなと思っている企業さんはですね、ぜひこのあたりはですね気をつけておいた方がいいと思うので、よかったら今日の配信を参考にしてみてください。